はい、皆さん、こんにちは。今日は授業中にちょっとした質問をきっかけにお話ししたことを動画としてまとめてみたいと思います。タイトルはこんな感じにしておきましたが、日本語ではこうですね。はい。では、聞いてください。ある日のことなんですけども、こんなセンテンスが出てきました。彼女は歌がうまいです。意味はね、こんな感じで、全然難しくもない文だと思います。ところがですね、質問が出ました。先生、美味しいのうまいと同じですか？私の答えはですね、サクッとこんな感じ。違います。ですね。心の中はこんな顔してましたね。それはさておき。さっきの彼女は歌がうまいですと美味しいの寿司はうまいです。こんな2つの文章があったとします。同じうまいですが、意味はここにあるように違います。同じひらがなで書かれているのに、どうして違うんだ？どういうふうにそれを判断したらいいのか？ということで、ちょっと戸惑うかもしれませんが、これ漢字にするとね、はっきりします。歌がうまいのうまいはこういうふうに書きます。あるいはこんなふうにも書けます。それに対して、寿司はうまいですは、こんな感じか、この感じというふうになります。それで、この漢字を見て、あれと思った方もいるかもしれません。そうなんです。なをつけると、上手なになるんですね。同じ漢字です。同じ漢字。つまり、うまい、このうまいもそうですけども、意味としては、上手なと同じです。いいですか？うまい、うまい。意味は上手な。ということで、ここね、彼女は歌が上手ですと言ってもいいです。今度こっちです。この漢字を見て、あれと思った方がいらっしゃると思います。そうです。ここにしを入れると美味しいになるんです。同じ漢字ね。同じ漢字。美味しい。ということで、こっちもね、この3つ意味が同じになります。言い換えると、寿司は美味しいですとなります。たくさん出ましたね。ひらがなでうまいと書いただけなのに、漢字がずらずら、同じ漢字でも読み方が違うとかね、いろいろめんどくさいのが来ましたが、もう一つめんどくさい話をするとですね、実はこのうまい、こっちの漢字のうまいは上手なという意味もあったりしてですね、もっともっと分かりにくくなるんですが、まあいいでしょう。こんなことをね、全部覚えるという必要はありません。もうあっさり、日本語能力試験のね、一番上を受けるというそんな野望のない人はですね、普通にこの漢字は忘れていいです。それから、こっちの意味、これも忘れていいです。というふうに僕はいつもアドバイスするんで、シンプルに言った方がいいです。ということで、美味しいという意味はね、これだけの漢字があります。このうまいっていうのは上手なと同じ漢字です。こんな風に覚えていただければいいかと思います。突然話は変わりますが、寿司です。寿司。寿司にはですね、漢字があります。これぐらいの漢字だと、ヨーロッパのスーパーなんかでも売っているパッケージに書いてあったりするかもしれませんが、他にね、これも寿司です。これも寿司です。つまり、寿司
という漢字、3つあるということで、それぞれちょっと意味が違ってたりします。この寿司、中国でできた漢字ですが、これが一番古い漢字だそうですが、この寿司はですね、今でも、日本であります。どんな寿司かというと、こういうやつ、魚を発酵させた寿司だそうです。これは滋賀県の名産で、船寿司というやつですが、私も食べたことがないんで、今度機会があったら一度チャレンジしてみたいと思います。はい。それで、先ほどお話ししたこのうまいなんですけどね、寿司はですね、魚ですよね。この魚、うまい魚、魚がうまいということで、それが寿司ですよね。つまり、寿司っていうのは美味しい魚の食べ物だということになります。ただし、この寿司はですね、一般的に魚を酢飯で握った寿司、東京の方の江戸前寿司などを指すそうです。いいですか？だから今でもね、こういう寿司を出すお店、こっちの寿司を使うことがあるらしいです。寿司屋っていうのもね、この漢字に本屋とかのね、屋をつけて寿司屋というふうに名乗っているところもあるそうです。それでですね、寿司といっても、こういうものだけではありません、本当は。これも寿司です。いなり寿司と言います。この中にご飯が入ってるんですが、酢飯じゃないです。甘い味のするご飯で、この外側は揚げた豆腐みたいな、油揚げというんですけども、揚げた豆腐のようなものです。魚使っていません。で、魚使っていないので、この漢字、魚がありますが、この漢字を当てるのはちょっとどうかなということで、この寿司を一般的に使います。この寿司だと全部いろんな魚使ってなくても寿司というふうに呼べるということです。この漢字はですね、もともと寿司っていうのはこの酢はね、酸っぱいということで、酢飯のご飯ということなんですが、江戸時代にこの漢字を使うようになったそうです。めでたいことを司るということで、寿司がね、そもそもおめでたい時に食べられてたということで、この漢字が使われるようになりました。今はこの寿司を使うことで、この種類の寿司も、この種類の寿司も、さっき見たこの種類の寿司も、全部この中に含めることができます。ということでですね、うまいという言葉からいろんなことを話しました。こっちが上手ですよという意味、こっちが美味しいという意味になります。この上手というのは意味としてはこういうふうになるんですが、こっちのうまいは意味はこうですね。同じようにこういうふうに書くこともできる。うまい、うまい、意味は同じです。それと、こっちのうまいは同じ漢字で名をつけると上手なになります。同じように、このうまい、しをつけるとおいしいということで意味は同じですが、読み方が違ってくるという感じです。ちなみに、うまいとおいしいは同じ意味ですが、おいしいの方がちょっと上品な感じがします。それで、女の人がだいたいおいしいを使いますね。時々男の人がうまいを使うという感じでしょうか。それからもう一つね、寿司。これも寿司という漢字です。一般的にはこっちの方が知られていますが、これも寿司という漢字で、
魚がうまい。うまい魚の食べ物が寿司。特にこの漢字が使われた場合は、酢飯に魚を乗せ握った江戸前寿司みたいなものを意味するということです。普段ちょっとした時間にこんなことを話していますが、こんなことを話しているから、いつも最後時間がなくなったりするんでしょうね。はい、反省。今日は寿司のお話でした。ご清聴ありがとうございました。はい、皆さん、今回の動画いかがでしたでしょうか？楽しんでいただけましたか？こんな風に、授業中、文法練習ばっかりだとね、なかなか大変なのかなと思うので、私としてもできるだけこういった勉強にはなりますが、ちょっとリラックスできるような話を時々してあげられたらいいかなと思いながら教室に立っております。これからもこんな感じの動画、時々作ってみたいと思います。皆さんの応援があれば頑張れると思いますので、チャンネル登録の方で応援よろしくお願いします。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。